ガンさんおはようございます。おはよう。今回もですね、いろいろと勉強させていただきたいなと思いましてやってきました。はい。で今回はですね、ガンさんが日頃から言われている、コンフォートっていう部分について、さらにこう高い次元でというか、より深く入り込んだところでこういろいろ教えていただきたいということで、今回はですねこの GTR のエゴイストを持ってきました。今回はですねその11年型っていうのがかなりサスペンション大きく変わりまして、かなりコンフォートが増したんじゃないかなと、思いまして、このエゴイストとともにブラックエディション、一番売れてるモデルですね、の2011年型2台を持ってきたので、この2台にちょっとガンさんにご試乗いただいて、いろいろと教えていただきたいなと思います。まだ乗ってないから何とも言えないんだけども、大体想像つくんだよ。GTR だけじゃなくてね、ここのとこのヨーロッパの車たちがスポーツ系の車がね、サスペンションをたくさん動かさなくて、硬くなく、そして、快適に、つまりコンフォートを求めてここのところすごく良くなってるんだよ。だから今それを目指してね、今いろんな車がそれを注目してる、それで日本の車もそういう車がぼちぼち出てきてる。だから多分 GTR もそっちの方向に来てるんじゃないかな。そうですね、かなりグリップレベルも高くなってますし、その辺のこう両立っていう意味でもちょっとガンさんにですね、どれぐらいのレベルになるか教える教えないっていうよりも2人で勉強しながら、やってみたと、そうですね、思います。ということで、これから試乗していきたいなと思います。車との対話、その能力に長けた男は幾多のレースで勝利を収めた。開発ドライバーとして携わったプロジェクトは世界が称賛。その膨大なキャリアから得たものを今伝えたい。黒澤元春、車を愛する遺伝子たち。10年モデルまでは試乗済みのガンさん、エゴイストのベースとなる2011年モデルをインプレッション。この辺の路面の荒れてるとこはすごく上質になったよ。大きい力にはあんま変わらないな。モデルイヤーごとに確実に進化を続ける GTR だが、タイトコーナーではややアンダーステアが強いか。この辺のアンダーステアがな、もうちょっと消えればな。4区だからしょうがないか。ニュル7分24秒を現実化した AWD システムをハンドリングの面でガンさんは辛口評価。振動とやっぱダンパーだけかな。ダンパーコンプライアンスブッシュも少しいいものを使ってるのかな。その辺がちょっと定かじゃないけども、路面から来る力の入り具合、それで、振動に近いものがだいぶ上質になってるよな。ガンさんの評価軸であるノイズ、バイブレーション、ハーシュネスは合格点といったところか。ガンさんいかがですか。2011年型になってこのサスペンションとかかなりしなやかな方向にいってると思うんですけれども、だからそこはすごく良くなってるな。どのぐらい良くなってるっていうのはね、ちょっと前の車、10年までの車ここで乗ってないから何とも言えないけども、良くなってることは確か、だから路面から来るガツンとこう来るエネルギーの吸収の仕方と、それとその振動に似たものがすごく少なくなって、そこはすごく上質になってるね。で大きく動いちゃうとあんまり変わらないけども、だ小さなこうさすがこう外から見てわからない程度のこう
入力に対してずーっとこう触れるようなところがすごく良くなってる。なるほど。僕が乗るとこのしなやかになったことで、ステアリングに対してこうフロントのノーズの入りが良くなったりだとか、あとパワーオンした時にこう急激にリアがスキッとするのがかなりこうマイルドな印象になって、結果的にグリップにつながってるのかなと思うんですけれども、その辺はどうですかね。グリップっていうかあれだな、プレシジョン、正確性が良くなってるってことだな。なるほど。グリップそのものはね、例えばコーナリング陣がコンマ1時上がってるとかそういうことじゃないと思うんだ。なるほど。だからより正確性だな。要はステアリング切った時、あるいはアクセル踏んだ時の車の動きがより、僕はプレシジョンという言葉を使うんだけども、なるほど、そこが良くなってる。続いては GTR エゴイストインプレッション。修繕地なんかで乗るんだったら、ここで乗るんだったらこれいいんじゃない？でもそれにしてもちょっとこのシートは下からの力に対していいけども、もうちょっとホールドを良くしてほしいな。これ調整できるんであればいいけどな。レザーインテリアは遮音性も高めているという。加速した時の排気音なんかもちょっと振動が少なくなってるかな。それで足の動き方が軽くなってる。ホイールは軽さとともに剛性を上げたことで上質感を高めたという。このアンダーステアだな。アンダーステア結局確かにそのアンダーステアの出方、また戻る時のそのプレッションは良くなったけども、もともとのこのアンダーステア、これがね、今カメラの前だけどあれがきつい。上質さにプラスしてハンドリングの向上が今後の GTR の課題か。お母さんどうですか、このエゴイストは。さらにね、全体的にコンフォート、快適性が良くなってる。でその良くなってる要因がさらにその振動と下から来るその付け根感がよりマイルドになって、ステアリング切った時アンダーステア、あるいはそのリアがパッとターボでパッとトルクが上がった時に出るのもすごくさらに11年モデルよりもおとなしくなってるな。そうですよね。それで足の動きがちょっと軽くなってる。そこはですね、これホイールが実は1本1キロ軽いんですけれども、だからそれがその完成モーメントが少なくなってるからだろうな。車全体の方が上が重く感じるな。もうちょっとこう、その辺が警戒感が出ればな。だから難しいところだよな。その振動レベルかといってエゴイストっていうんだったら、もうちょっとその大手男なんかもよくしてんなら、もうちょっとロードノイズ、外からのノイズを少しもうちょっと下げてもいいかなって感じするし、まあ良くなってるのは僕は認めるよ。たださ、1700万？そうですね、1500万ですね。1570万？だそこになるとこう疑問がついちゃうな。せいぜい100万高とかさ、200万高だったら分かるんだけども、ガンさんが考えるコンフォートとは、荒誠司が助手席でそのフィーリングを確認する。このアンダーステアがな、気に入らないな。そうですね、やっぱり4駆だからしょうがないけども、この辺はやっぱり駆動方式とか重量とかをやっぱり感じちゃう感じですね。まあここもね、
自転車のコースなんでそんなグリップは良くないんで、まあグリップ良くないだけにこうやっていいテストコースにはなるんだけども、はい、だからこういう路面から来る振動、そしてその力の入り具合はエゴイストは良くなってるよ。はい。そうか、こう車ステアリング切った時はレスポンスじゃなくて安定性、こっちの方が全然いいわ。全然いいですか。うん、はい。だから言葉悪いけど下手くそがサーキットで楽なステアリング切ってもこれだったら安定してるよ。なるほど。まあ不安定には少なくともならないな。はい、最初こうパッと切った時にはね、逆にこっちの方がねすぐ荷重かかるよ。ああ、なるほど。こう今パッとこうちょっと切ったその瞬間はね、はい、逆にこの柔らかい方がいいな。なるほど。でコーナリングしてる最中の路面から来る接地性変化、荷重変化に対しては若干ほんの少し、スタビリティが落ちるかなって感じな。コンフォートでも最低のその安全性というかスタビリティは確保したかったから、ある程度マージンは取ってると思うんだよ。なるほど。今回乗っていただいてどんな印象を、していただきました？まずね GTR となんぞやみたいな、要はね1トン600、700にもなってしまった GTR をこうどうするかっていうと、こう昔の GTR からちょっと振り返って話しないといけないんだけど、それいくとこんな量になって時間も長くなってしまうんで、まあとりあえず今日は11年モデルとそのエゴイストということで、まあ確かにより快適にコンフォートは増してますよ。11年モデル、さらにエゴイストは良くなってる。これの以前には筑波サーキットとかいろんなサーキットの場所でテストもさせてもらって、そこでやっぱりラップタイム的にもかなり速くなってるんですね、サーキットでも。でその辺の速さ、グリップレベルですよね、限界域、その辺とこのサスペンションの、しなやかになった印象っていうのはすごく僕らでも感じれるんですけども、一番簡単に言えばね、筑波サーキットが速くてニュルブルクリンクアベレージスピードの高いニュルが速くて、ニュル周辺のノーマルロードが快適に走れる車、これがベストだよ、簡単に言うと。そうですね。その辺で言うとかなりこの GTR っていうのはいいレベルに来てるとは思うんですけど、いいレベルには来てると思うんだけど、僕はもう基本的に嫌いなのは4駆だからね。やっぱりタイヤが運動してるってこと、タイヤはねトラクションを与えると、こっちの方向を与えると曲がろうとする力は半減しちゃうんだよ。そうですね。だからどんな苦労したってもう4駆である以上は限界がもうあるところから出られない。ただそのパワーがあるものをどう路面に伝えていくか、トラクションをどう伝えていくか、ロングツアーの GT 化を目指すのか、ピアスポーツを目指すのか、僕はピアスポーツだったらもう4駆はない、絶対ない。なるほど。荒くんが一番レースやってて分かる通り、レーシングカーで4駆なんてないんだから。そうですね。それはもうはっきりしてること。だからその辺のそのないものをどうやって持っていくか、バランスさせるかっていうのは、まあ今後エンジニアの永遠のテーマだろうな。で今回乗っていただいたんですけど、この、GTR のこれブラックエディション、標準車に対してエゴイスト、点数でいうとちょっといい点とかもあるんですかね。運動性とかね、数字的なものはほとんど変わらない、レース車と。より快適なもの、コンフォートが少しずつ上がってる。でこれ見ると少しずつなんだけども、
GTR そのものがもうできた時から高いレベルにあって、2007年2007年ですね、デビューが。7年から8年モデルができ、9年モデルが10年モデル、11年、どんどん進化してるから、その11年にさらに進化するってそれから難しいことだ、そうですね、逆に言うとよくここまでねできたっていうのは、はい、この先さらにこの GTR っていう車が良くなるためのポイントというか、どういう要素がこう必要になってくるかって、その辺はガンさん的にはどうお考えかなと思うんですけれども。だからコンフォート簡単ですよ、もう言葉で言うには、はい、だからそれはさっきもちょこっと話したけども、いろんなそのコストだとかね、いろんな制約難しいところが出てくるんで、そこをどうやっていくかだけど、やることはとにかくもっと快適にすることと、はい、そのためは軽量化だなそうもっと軽量化しなきゃダメだよ、はい、いつの間にかこう肥満体になっちゃってるんで、はい、高い材料はたくさんあるけども、そうするとまたどんどん高くなってくるんで、そこをあんまり高くしないでいかに軽量していくか。それでボディ構成というのは強ければ強い方がいいんで、はい、そうすると振動レベルがもっと良くなってくるんですよ。なるほど、だからそういう意味で合成をさらに上げながらいかに軽量化していくか、はい、そうすると自然に、コンフォートも上がってくるよ。なるほど、そうすると、またさらにレベルの高い GTR になっていくというところですね。だからそういう技術というのはもうエンドはないんで、はい、エンドレスですからずっとそれをやっていけばいいんじゃないですか。はい、ということでですね、あんまり高くしちゃダメだよ今日、こうやってテストさせていただいたんですけれども、本当にこの GTR がその進化しているというところを改めて僕も感じたんですけども、改めてこう再確認できたということで、すごくいいテストができたと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。